皆さんこんにちは、ナオトです。今回は久しぶりに僕の好きな漫画を紹介したいと思います。今回紹介する漫画は、松本太陽さんの鉄痕キンクリートです。まずは Wikipedia に頼りながら簡単に作者と作品紹介をしたいと思います。鉄痕キンクリートは僕の大好きな漫画家松本太陽さんの作品で、1993年から94年にかけて連載していました。松本さんは実写映画化やアニメ化もされたピンポンも書いているんですが、鉄痕キンクリートはピンポンの一つ前の作品になります。鉄痕キンクリートという名前は、松本さんが小さい頃、鉄筋コンクリートを間違えて鉄痕キンクリートと言っていたことから取ったみたいです。鉄痕キンクリートは2006年にアニメ映画化もされていて、僕は映画を見てから漫画を読みました。ストーリーをすごい簡単に説明すると、宝町という町に住む黒と白という子供が、その町を開発するためにやってきたヤクザのグループと戦うという話です。絵のスタイルは可愛い感じなんですが、残酷な描写がところどころ出てくるので、最初に見た時はそのギャップに驚かされました。主人公を変えれば十分ヤクザ漫画として成立するようなストーリーだと思います。主人公の黒と白は親を持たず廃車の中で寝て、カツアゲやスリをして暮らしている、いわゆる非行少年です。黒は好戦的でしっかり者という感じなんですが、白はいつも穏やかで平和な世界を妄想しているとても純粋な子供です。二人は何の組織にも属さず、ただ生きるために生きている野生動物のような暮らしをしていて、警察からは猫と呼ばれています。そして二人はその野生と自由を体現するかのように飛びます。驚異的なジャンプ力で縦横無尽に街中を飛び回り、電柱の上から街を見下ろす姿はダークヒーローのようにも見えます。なぜ二人は羽もないのに飛べるのかということを考えたとき、必然的に重力から解放されているからという答えが出てくるかと思います。それはそのまま社会的な立場やしがらみ、責任、周りの目、そして物欲からの解放を表していると言えるかもしれません。また、黒と白という名前からもわかる通り、作者が二人に概念的な役割を与えているからこそ、超人的なキャラクターとして描いているのかなとも思いました。実際に物語の中盤では、朝夜兄弟という子供が出てくるんですが、その二人も少し飛ぶことができます。概念的な名前を持っているという点で、五十嵐大輔さんの怪獣の子供に出てくる二人の少年、海と空もそれに当てはまると思います。ですが、怪獣の子供の二人はどこか人間離れしていて、自然や宇宙全体の使者というようなイメージに対して、黒と白はもっと街全体と調和していて、怒りや幸福感を素直に表に出すので、人間の温かさをちゃんと持っている印象があります。そういう意味では、手塚先生の作品の都会をさまよい芸術の女神を描いた漫画、バルボラに近いかもしれません。中盤まではそんな黒と白の誰にも邪魔されない自由な生活やヤクザとのバトルが楽しめるんですが、後半になると徐々にシリアスな展開になり、ストーリーそのものも抽象的で奥深くなっていきます。黒と白の一人の人格を二分したような相反する性格からは、人間の二面性がテーマの中に含まれていることが想像できるんですが、後半からラストにかけては、理想主義と現実主義、楽観主義と悲観主義、愛と暴力、闘争と逃避など、あらゆる二項対立がストーリーを通じて描かれていると思いました。今回読み返した時は、
怪獣の子供の海と空がまず頭をよぎったんですが、人間の二面性という意味では、萩尾元さんの半身と共通している部分があるなと思いました。この半身は人間の二面性をそのまま具象化したような設定で名作と言われているので、興味がある方はぜひ下のリンク先で試し読みをしてみてください。終盤ではピンチに陥った黒の前に伝説のガキと言われているイタチが現れ、黒を救います。このキャラクターもいろいろな解釈が可能で、作品全体を奥深くしている重要な要素だと思います。ウィキペディアのキャラクター紹介には、黒が作り上げた幻覚でもう一人の黒と書いてあるんですが、それ以外にも人それぞれいろいろな解釈ができると思います。イタチは偽善を憎み、闇の中にこそ真実があると言っているので、悲観主義や虚無主義を具現化した存在と捉えることもできると思いますし、人類全体の負の感情が集積したものとして捉えることもできると思います。個人的にはジョジョのスタンドやファイトクラブのタイラー・ダーデンも思い出しました。イタチやストーリー全体に対していろいろな解釈ができるので、何度読み返しても飽きない作品だと思います。未来に悲観して世界の闇ばかりを見ていたら、心は虚無と孤独に支配されてしまうが、その中に小さな希望を見つけることができれば、平和で安心できる光に満たされた世界を想像できる。そして希望や絶望などのあらゆる概念、感情、あらゆる生物は確かに無から生まれたもので、ただそこにあるだけでこの宇宙の豊かさを証明している。作品全体や最後のエンディングからはそんなメッセージをもらいました。映画もとても面白かったんですが、漫画は一枚一枚の絵をじっくり楽しめるので、興味がある方はぜひ漫画も読んでみてください。これからも時々僕の好きな漫画を紹介していきたいと思います。この動画のスクリプトとその中で使われた難しい単語の英訳も下のリンク先で見ることができますので、ぜひ見てみてください。ではまた次回お会いしましょう。じゃあねー。